はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前に世界初の固体バッテリーを搭載したポータブル電源、その大容量モデルを使ってみたんですけども、今回同じ固体バッテリーを搭載して充電能力が秀でた中容量モデルを使わせてもらえるっていうお話をいただきましたので、いろいろ使ってみたいと思います。で、固体バッテリーの凄さやこれまでのバッテリーと何が違うのっていうところは、前回のモデル B300 の時に詳しく説明させていただきましたので、気になる方いらっしゃいましたらそちらの動画見ていただけるとよくわかるかもしれないです。で、今回は中容量モデルになるんですけども、これ 600W の大電力ソーラー充電にも対応しているということですので、そこら辺もいろいろ使ってみたいと思います。で、もちろんいつも通り実用量や充電速度、電気の波形やスマホ操作なんかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。今真冬なのでソーラー充電には不向きな季節かもしれませんけども、どこまで充電できるのか気になるところですね。で、今回使ってみる機種がこれ、吉野パワージャパン社製ポータブル電源 B2000SST っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が 1326W 時、定格出力が 2000W、最大出力は 4000W、バッテリーの種類は固体リチウムイオンバッテリー、電極は3元系です。そして充放電サイクルは約4000回以上、これ容量 80% 以上の時ですね。で、ソーラー発電入力が 600W、寸法が 445×218×231mm、使用温度範囲はマイナス18度から60度、重量は約 14.2kg っていう風になってます。で、やっぱり目につくのはバッテリーの種類が3元系の固体リチウムイオンバッテリー。そう、3元系って聞くと重量は軽いけども燃える危険性があったり充放電サイクル短いんでしょって思う方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーの電解質を固体化することでそこら辺の3元系の弱点を克服して燃えにくいっていう安全性と約4000回以上っていう長寿命を実現してるんですね。で、こいつ 1326W 時の中容量モデルですけども、重量は約 14.2kg っていうことで比較的軽量でサイズもコンパクトって感じになってますね。それから中容量の割にはソーラー充電が 60V の 600W まで入力できるっていうのも使い勝手がいいですね。で、この固体バッテリー機種、実は4機種同時にラインナップしていて、今回使ってみるのは左下の中容量タイプっていうことになってます。で、中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のケーブル、もちろん日本のコンセントに刺さる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、そしてソーラー充電用のケーブル、片側 MC4 になってますね。それからこれはシガーソケット、小型タイプのポータブル電源ではたまに採用されている方式ですけども、大型タイプでこれって珍しいですね。そしてこれはクイックスタートガイドと保証書5年と、あとはこれありがとうのお手紙ですかね。そして最後に取扱説明書で、中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、右側の数字が残量パーセント、そして真ん中の数字が使用可能時間の目安、そして左側が今消えてますけどインプットとアウトプットの電力になってます。で、画面の左に行きますと USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が2口、タイプ C 形状が2口ついてます。それから右の方に行きますと
DC12V の出力が2口あります。それからその上に LED の照明がついていて、はい、ボタンを押すと点灯、もう一度押すと消灯っていうシンプルな形になってますね。ここら辺の操作方法や構成は前のモデルと同じですかね。で、側面を見てみますと、はい、何にもないすっきりしたデザインですけども、真ん中にロゴだけ入ってます。で、背面の方に行きますと、はい、でちょっと見えにくいんですけども、このハンドルの裏側に通風口が開いてます。で、真ん中に開閉できる扉があって、これ開けてみますと入力ポートになっていて、真ん中が AC100V、 そして右側が DC の入力になってます。そしてその下に行きますと、はい、 AC100V の出力が4口ついてます。そして逆サイドの側面は、はい、反対側と全く同じですね。はい、ではですね、前に使ってみた大型機種 B3300 と何が違うのか見ていきたいと思います。で、右が今回の B2000、左が B3300 なんですけども、おっと、パッと見正面全く同じかと思いきや、微妙に大きさ違いますね。大容量モデルの B3300 の方が一回り大きいって感じですね。設計者の視点ですと、全く同じサイズにして同じ部品が使い回せる方が金型を新たに起こさなくてよかったり、設計工数が削減できたり、部品の在庫管理が楽になったりで、同じ部品使いたくなっちゃうんですけど、こいつはしっかり個別に専用設計されてますね。ちなみに表示やポートの数は全く同じですね。で、背面なんですけども B3300 に比べて B2000 の方がコンセントの数が4つでちょっと多いですね。その分大出力用のポートは削減されてるんですけども、個人的には AC100V のポートが多い方が嬉しいです。で、上から見比べるとこんな感じなんですけども、はい、奥行きが B3300 の方がやっぱり大きいですね。で、今回の B2000、やっぱり中型機っていうだけあって全体的にコンパクトにできてます。で、こいつスマホに接続して状況の確認や遠隔操作ができたりします。で、これ事前に接続した状態ですけども、画面に表示されたアイコンをクリックしますと、こんな感じでいろいろ表示されましたね。まず上の方にバッテリーの残量と温度が出るようになってますね。そして下の方はインプット電力が表示されるようになってますけども、はい、今は充電機器何もつないでないので0になってますかね。そして右上のアウトプットに切り替えてみますと、はい、上からあと何時間使えるかの目安、そして AC のスイッチと DC のスイッチと USB のスイッチが順番についてます。こんな風に遠隔からオンオフすることできますね。で、今何も使ってないので横線になってますけども、使うとですね、ここに何ワット使ってるかっていう電力が表示されます。そして右上の方にある設定ボタンを押しますと、はい、結構いろいろな項目を設定できるようになってます。タイムアウトのところは電力を使わなかったら何分で電源オフにしますよっていう時間を設定する項目、これオフにしないっていう設定もできます。そして表示が消えるまでの時間もここで設定できます。これ最長10分ってなってますけども、アップデートで消えなくなるっていう設定もできるようになるっていう噂があります。そしてこの AC 最大充電電力っていうとこを押しますと、何ワットで充電するかっていうのを選ぶことができます。同じ部屋で他にもいろいろ電力使っている場合は、ここの値を小さくしておくとブレーカーが飛ばなくていいです。そしてその下にあるファームウェアっていうとこを押しますと、
最新版に更新することをできます。でここヘルプなんですけども、困った時はここに連絡するといいみたいですね。そしてこの仕様をタップしますと、はい、こいつの仕様が一覧で出てきますので、何が何ワットまで使えたとか忘れた時にはここ見るといいですね。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット。あ、これ最近買い替えてめちゃくちゃ気に入ってるタブレットですね。これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機で、ここに接続しますと、はい、充電されてるって感じになってますね。次は卓上加湿器。これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 40W。 まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。でシガーソケット使うときは付属の変換ケーブル使います。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約 70W。 まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、はい、約 90W。 はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの換気くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れています。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 160W。 まだまだいけそうなので消費電力の大きい機器をつないでみますかね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。じゃあこれも接続してマックスパワーで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1040W。 次につないでみるのが家庭用カーボンヒーターでは、これを接続して電源を入れてフルパワーで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1900W。 もう少しいけそうですね。次につないでみるのが人感センサー付きファンヒーター。じゃあこれも接続して電源をオンにします。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 2200W。 ちょっとオーバーしちゃいましたけども、ここら辺が潮時って感じですかね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、超小型セラミックファンヒーター最大運転で、人感センサー付きヒーターと家庭用カーボンヒーターのマックス運転で、 USB 機器がスマホとタブレットと小型扇風機と加湿器
今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせてますね。ここまで一気に同時に使うことは少ないかもしれませんけども、これだけのものが同時に動かせれば災害と何かあった時にも心強いですね。次は騒音測定してみたいと思います。今最大電力付近でファンがフル回転してるはずなんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、約48デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅地の昼や図書館内と同じ音量レベルです。で、最もうるさいであろうファンがついている方向からも測定してみたんですけども、ちょっと増えたかなって感じはするんですけども、ほとんど変わらないですね。ちなみにファンの音質はこんな感じです。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、ほぼ 100V というわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。次は AC100V の電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープです。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプローブを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れてみます。波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。ちなみに下の方に表示されている60点ちょめちょめっていうのが周波数ですので、今 60Hz が出力されてるっていう感じです。ちなみにこいつ自動で周波数を切り替える機能がついていて、充電の時に入力された周波数と同じ周波数が出力されるようになっているようです。で、こいつ無停電装置がついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。で、今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、一瞬蛍光灯がちらっとしましたかね。オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、
はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところは切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと12ミリ秒で切り替わってるってことになってますね。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけどもデルタ X イコール10ミリ秒ってなってますので先ほどよりは若干早いって感じですかね。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので気づいて反応する場合もありかと思います。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ 200W400W 切り替えて使える小型カーボンヒーターではこれを 200W で稼働します。で実際何 W 消費しているのかと言いますと本体電力量計ともに約 195W って感じですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。でこいつ10分で画面が消灯してしまいますので今回も画面が暗くなったら電源スイッチを押してくれる押したろうくん2を使いたいと思います。はい、そこそこ時間が経過したんですけどもヒーターが停止して残量も空になってます。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと 1.02kW 時イコール 1020W 時使えたってことになってます。あれスペックより少ないじゃんって思った方いらっしゃるかと思いますけれどもバッテリーは限界まで使ってしまうとバッテリーを傷めてしまいますので手前で止める安全装置が装着されています。それから DC を AC に変換する時の変換ロスも発生してしまいますのでどうしてもスペックの値よりも使える容量っていうのは減ってしまうんですね。スペックからの変換効率を計算すると約 77% で世の中70から 80% っていう製品が多いので 77% はそこそこな値かと思います。でこれあくまでこの環境でこの機器でこの測定器を使ってやったっていう一例になりますので条件によってある程度変わってきますね。次は大電力を出力した時に AC100V 何ワット時使えるのか測定してみたいと思います。で大出力モデルって結構大きなインバーターを積んでいるので省電力を長時間使うのにはあまり向いてない可能性があるんですね。で使うのはこれ前に測定した B3300SST です。それでは間に電力量計を挟んで接続します。はいはい、電力がどんどん上がっていって今 750W くらいで安定しましたかね。で今最大電力の 1500W で充電するようにしてますのでもうちょっと時間が経つと増えますかね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、ぼちぼち時間が経過したんですけどもはい本体の表示が消えて空になってますね。それでは最終的に何ワット時使えたのかと言いますとはい 1.06kW 時イコール 1060W 時使えたってことになってます。スペックからの変換効率を計算すると約 80%、 省電力の時が約 77% だったので 3% 約 40W 多く使えたってことになりますね。というわけでこいつ使うときは大電力の方が若干多く使えるっていう結果になりましたね。
はい、では次は充電実験やってみたいと思います。ちなみにこいつ超高速充電ができるみたいです。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がってってます。あ、そうだ、こいつ入力電力を切り替えることができるタイプですので、設定でですね、最大の 1500W にセットして充電してみたいと思います。はいはい、もうすでに最大電力の 1500W くらいになってますね。それではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、1時間17分。おお、というわけでめちゃくちゃ高速で充電できてますね。ついでに 80% までの充電であればなんと54分で到達してるってことになってますね。で、最終的に充電に使った電力量はと言いますと、はい、1.41kW 時でした。次は大電力ソーラー発電の実験やってみたいと思います。今回ソーラーパネルを3枚使って発電してみたいと思いますので、ちょっと広い河原にやってきました。ではソーラーパネルを車から下ろしていきます。で、ソーラーパネルなんですけども、厚みがだいたい 3.5mm 程度の薄いタイプですので、比較的コンパクトに折りたたんで運ぶことできますね。それでは出していきます。ではソーラーパネルを広げて設置していきたいと思います。はい、設置し終わるとこんな感じですね。今回場所が広いんで横一列に並べちゃってますけども、狭い場所とかであれば影にならない程度に前後に並べておくのもありかもしれないですね。で、今日の天気なんですけど、快晴。今真冬なのでそもそも太陽の光は弱いかもしれないですけども、ソーラー充電するにはいい天気ですね。で、配線を接続するとこんな感じ。直流 60V まで OK ですので、この3枚直列に接続して充電してみたいと思います。ちょっと直列だと端と端をつなぐことになるので配線どうかなと思ったんですけども、ギリギリ届くようになってますね。ちなみにこの状態での電圧はと言いますと、はい、62.2V で、これ今無負荷なのでちょっと大きめに出てますけども、ポータブル電源に接続して発電が始まるとここもう少し下がります。では本体に接続してみますと、はい、この時の発電量どうなっているのかと言いますと、はいはい、数字が出てきましたね。ちょっとずつ上がっていって、だいたい 500W 前後で安定してますかね。で、今まだ完全に日が昇りきってないので、これもうちょっと上がる気がしますね。で、測定終わるまでにそこそこ時間がありますので、車の上に乗せてある手作りのルーフテント、こいつを展開してこの中でゆっくりしたいと思います。ちなみにこの手作りルーフテント、詳細や作り方なんかは過去の動画で紹介しておりますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。はいはい、そうこうしている間にだいぶ日が昇ってきましたけども、この時の発電量はと言いますと、はい、約 530W。 真冬でここまで電力出せるんであれば春夏秋だともっと出そうな感じもしますね。では最初からタイムラプス見ていきましょう。
はい、そこそこ時間が経過したんですけども、充電状態どうなってるのかと言いますと、はい、100% になって充電完了してますね。では充電が完了した時間はと言いますと、はい、午後1時40分。充電を開始したのが11時10分だったので、約2時間半でフル充電できたって感じですね。さすが大電力ソーラー充電、めっちゃ速いです。これだけの速度が出せるのであれば、災害時や緊急時とかもパッと広げて一気に充電できそうですね。ちなみにこいつ充電しながらでも普通に電力使うことできますので、常に電力が必要な状況でもソーラーで充電しながら使い続けることできます。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、世界初の固体バッテリー搭載モデル、ソーラー充電もしっかり高速でできてます。でこいつソーラーの充電速度だけじゃなくて AC100V からの充電もめちゃくちゃ速いです。でもちろんスマホ操作や UPS なんかその他の機能もしっかりしてますね。そして忘れちゃいけないのが、こいつが内蔵しているバッテリーは固体バッテリー。寿命や安全性も普通の三元系に比べて格段にアップしてますので、アウトドアや災害時にも安心して使うことできますね。で冒頭にも言いましたけども、固体バッテリーの詳細についてはこの前の動画で詳しく説明しておりますので、気になる方はそっちの方見てみてください。というわけで、世界最先端の固体バッテリーを搭載した超安全で超寿命な中容量モデルが欲しいっていう人、卒フィットやオフグリッドで日常的にも頻繁に使いたいっていう人、それから災害時でも安全性が高くて軽量コンパクトなモデルを使いたいっていう人にはぴったりかと思います。で最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。